洗車した後の拭き上げでこういう細かいグリルをタオルでちまちま拭き上げたり、サイドミラー下を完全に拭いたと思ってもなぜか水滴が残ってて、翌日見たら水染みになってるの、これほんとストレス溜まりますよね。そこで最近ではこういう風が超強力なおかげで、これまで10分かかってた拭き上げがわずか1分で終わって圧倒的に時短になったと SNS で話題になってる最強ブロワーのことが気にはなってたけど、アリエクの海外通販は正直不安で手を出せなかった人もいたと思います。そこで今回は日本のメーカーがブロワーの製造工場を厳選し、既存の商品を再設計して日本仕様に改良したもので、3ヶ月の保証と日本人によるサポートが受けられる最強ブロワーをメーカー様からご提供いただきましたんで、実際にどれだけ強力なのか検証し、これまで疑問だったなんでこんなに強い風出せるのか、 3D プリンターで作ってるのかなど、僕がメーカーに直接質問し、普通じゃ絶対に見れない製造工程や工場の内部の映像も特別にいただきましたので、そこを含めて徹底的にレビューしますので、ぜひ最後まで動画を見てください。ということで早速届いたのが Amazon でレビュー評価が高いエアロツールズさんの最強ブロワー。このプラスチックのハードケースの中に本体が入っているので、早速開けて中を見てみます。ブロワー本体は少し前にアリエクから出てたバッテリー交換最強ブロワーとほぼ同じ見た目。参考までに並べてみると見た目は結構似てるんですが、持ち手のところが少し太くなって握りやすくなってますね。また滑り止めの加工も追加されてます。中のモーターみたいなのは同じ色で、作りは結構似てますね。バッテリーは内蔵式ではなくて、マキタの 18V バッテリーやマキタ互換バッテリーを使って動かすタイプ。特に電源スイッチとかもないので、バッテリーを接続するとこんな感じで音が鳴って電源が自動的にオンになるスタイルです。僕はこの他にもブロワーの動画出してますが、バッテリー交換タイプのブロワーが一番風強かったので、今回のもだいぶ強いはずなんで、早速実際に使って水滴飛ばしていきます。まずはボンネットからですが、こちらのトリガーを握る量で風量の調整ができるようになっているので、最大風量で飛ばしてみます。はい、安定の強さですね。多少離れていても関係なくボンネットの水飛ばすことが可能なので、吹き上げ時間を大幅に短縮できますね。参考までにアリエクの交換式でも水飛ばしてみます。はい、使ってみた感じ、体感こっちの方が若干風強い気がしますね。参考までに並べるとこんな感じ。まあ映像だとほぼ一緒ぐらいなんで、後で風速計で実際の数値を測ってみます。次に最新のアリエクブロワー。これもまあ一緒ぐらいな気がします。最後にマキタのエアダスター。はい、やっぱりマキタが一番弱いですね。他の最強ブロワーだと一瞬でボンネット全体の水が飛んでましたが、マキタだとこの奥の方の水が飛んでいかないです。近距離は全然余裕なんですが、遠距離はちょっと厳しいですね。ただマキタでも時間かければ水滴飛ばしは余裕なんで、水滴飛ばしの速さを取るか安定と信頼のマキタを選ぶかって感じですね。バッテリーに関してなんですが、マキタの 18V のバッテリーがそのまま使えて、エアロツールズからも互換バッテリーと充電器が用意されています。互換バッテリーはこんな感じで2種類あって、9A と 6A の2種類。6A だと約15分、9A だと約20分ぐらいブロワーが使える仕様ですね。6A を実際に使ってみた感じ、普通車であれば1台丸ごと水滴は飛ばせますね。マキタと並べてみると結構見た目は似てまして、充電するときはバッテリーを差し込むだけ。差し込んだら音が鳴ってボタンが赤色になり、満充電になったらこんな感じで充電器から音が鳴ってお知らせしてくれるので、ほぼマキタと一緒ですね。じゃあそれを踏まえて次に一番大事なグリルの水飛ばしを実際にやってみます。はい、こちらも秒ですね。ほんと10秒かからずに水滴飛ばせます。他のブロワーと比べてみると、グリルの水滴を全体的に飛ばすのにアリエクの交換式が7秒、エアロツールズが8秒、アリエクの最新タイプが11秒、マキタが27秒ぐらいと、バッテリー交換式がやっぱり一番風が強いですね。この映像だとほんと秒で水滴が飛んでますが、これをタオルで拭くとほんと10分ぐらいは時間かかるし、タオルが入らない隙間の水はどうやっても取れないので、別に今回の最強ブロワーでなくてもいいんで、風で飛ばしてあげるのが一番効率いいです。タオルだと拭き残しも出てくるので、風で飛ばしてあげて残ったのをタオルで回収が一番効率いいと思います。次に天井の水飛ばしてみます。はい、これも見てわかるように一瞬ですね。ここまで風強いので、一旦車全体の水をある程度飛ばして、最後にタオルで軽く拭いてあげると完全に水分をなくせるので、このやり方やると時短になります。
風で水滴飛ばして終わりでもいいですが、最近では QD クイックディテイラーっていう簡易コーティングと軽い水染みや汚れ落とし機能が全部セットになった簡易汚れ落とし&コーティングスプレーが洗車界隈で流行ってきてまして、こういう感じでシュッとしてからマイクロファイバーで拭いてあげると、洗車では落ちきれなかった汚れを回収して、さらに薄いコーティングがかかるので、次の洗車までに汚れがボディに固着することを防いでくれて、洗車翌日にこういううざいシミができてたとしても、また QD かけて軽く拭くだけで綺麗に水シミが取れて、簡易コーティングのおかげでツヤ感も増すので、こういった QD クイックディテイラーが海外ですでに流行ってて、最近日本の洗車好きの間でも話題になってるので QD はおすすめですね。それこそブロワーでボディ全体の水をある程度飛ばしてあげてから、残った水滴を QD かけながらタオルで拭き上げると車がめっちゃ綺麗になるんで、まだ QD 持ってない人1本あれば車を綺麗に維持できるのでおすすめです。次に車のサイドの水を飛ばしてみます。はい、サイドであっても関係なく水滴が秒で飛ぶので、洗車後の拭き上げで消耗している方はブロワーあった方が絶対にいいです。特にこのミラー下、ここなぜか水が溜まってタオルで拭いただけでは車動かしたら中から水が出てきて、翌日ミラー下周辺にこんな感じのシミができるので、ミラーの中とか隙間を徹底的にブロワーの風で飛ばしてあげると完全に拭き上げできます。あとブロワー使うと便利なところはドアを開けたところの隙間、ここも洗車後に水絶対に残ってると思うので、サクッとブロワーで水飛ばしてあげて、こういったトランクのところも結構水が残ってること多いと思うので、風で完全に飛ばしてあげるのがいいと思います。ただしここまで風が強い分音はだいぶ大きいので、今からこれまでに使ってきたブロワーと比較してどれだけ音が大きいのか、 Amazon で買った音量計と風速計で実際の数値をお見せします。今回のブロワーですが、風速が142キロ、音量が116デシベル。他のブロワーがこんな感じ。こう並べてみると意外と風速がそんなに出てないですね。一番強かったのがアリエクの交換式でした。マキタの風速が153なんで、数値上はエアロツールよりも強いんですが、今回のものはこの穴の大きさの風がそのまま出るので、先ほど見たようにマキタよりもだいぶ早く水滴が飛ばせる感じになっています。音量に関してはどれも似たようなもんで、正直全部うるさくて掃除機ぐらいの音するので、夜は使えないと思った方がいいです。洗車場で使うか夕方までがいいと思います。ここまで見て風が強いことは十分に分かったと思うんで、ここからはメーカーさんに直接いろいろと質問していただいた回答を紹介していきます。まずコメントでめっちゃいただく、これ 3D プリンターで作ってるかについては、こんな感じで 3D プリンターで作ってました。外装を 3D プリンターで作って、あとは全て手作業で組み立てているそうです。次にドローンのモーター使ってるのかについてですが、これはドローンではなくてダクテッドファンというラジコン飛行機の技術を応用して作ってるとのことでした。 YouTube でダクテッドファンと検索するとラジコン飛行機を飛ばしている映像が出てきますが、それ見るとこのファンと全く同じ音が鳴ってるので、同じのが使われていますね。またよくコメントでブロワーの羽が何もしてないのにいきなり割れて顔に飛んできたみたいなコメントをいただきますが、羽の素材は普通のプラスチックでなくてガラス繊維強化ナイロンという素材で、ナイロン樹脂にガラス繊維を混ぜて強度を向上させた複合材料で、普通のプラスチックに比べて2から5倍の強度があり、耐熱性も上がってるので、使ってて何もしてないのにいきなり羽がボロボロになって壊れることはまずないんじゃないかとメーカー様から回答いただきました。僕もアリエクブロワーを使ってますが、使ってていきなり羽が粉々になって顔に飛んできたとかないですし、趣味でドローンもやってるんですが、ドローン飛ばしてて羽が飛行中にいきなり割れて墜落したとか一度もないし、そんなこと聞いたことないんで、おそらく何かしらの衝撃、例えばファンに紐が絡まったとか、なんか棒をファンに突っ込んだとか、物理的な接触がない限りまず割れないと思います。次に製品のクオリティについて、アリエクの最強ブロワーは当たり外れがあります。僕の持ってるものは全部問題なく今でも普通に使ってるんですが、コメントですぐ壊れて返品したとも聞くので、ちょっと海外通販の怖いところがあるんですが、今回の最強ブロワーは日本のメーカーが工場を厳選して実際に現地に行って改良を重ねて日本仕様に再設計した最強ブロワーで、ちゃんと出荷前の確認も製造工場でこんな感じでされていて、かつ日本でも再度確認することで検品が徹底されているので、アリエクよりかは安定するのかなと思います。もし初期不良で壊れたとしても3ヶ月は保証がついていて、日本人によるサポートも受けられ、 Amazon と楽天で販売なので、アリエクみたいに注文してから1ヶ月待ってやっと届くとかでなく、在庫があればすぐ日本の倉庫から発送になるので、買ってすぐに手元に届きますね。これがアリエクとの差かなと思います。風の強さは動画で見た通りで、加工とか一切していないので、このブロワーがあれば間違いなく洗車後の拭き取りの効率は上がりますね。最後に最強ブロワー全般を使う時の注意点をお知らせすると、風が超強力な最大出力でずっと連続して使うと発熱します。メーカー側は3分以上の連続費用は控えてくださいと言っていて、熱くなれば冷めるまで待つ必要が出てきます。
僕が今まで使ってきた体感でいくと、連続1分ぐらい使ったら一旦少し待ってからまた使う感じがいいと思います。やはり最大出力で使うとその分バッテリーの消費も大きく、バッテリーの劣化にもつながるので、1分使って少し待ってからまた再開するみたいな使い方がバッテリーに優しいと思います。これまでの話をまとめると、東京にある日本のメーカーが製造工場を厳選して日本仕様に再設計して改良を重ねて発売した最強ブロワー。ブロワー本体はこういうプラスチックケースに入ってきて、輸送中の衝撃を緩和してそのケースの中にブロワーとバッテリーが収納できるので、使わない時に入れて保管できる便利なケース付き。ブロワー自体に保証がついてきて、何かあれば日本のサポートが受けられるので安心して使えるようになっていて、風は動画で見た通り十分すぎる風力なんで、洗車や掃除で大活躍して国内倉庫から発送なので到着が早いバッテリー交換式のブロワーですね。今回のブロワーはこれまでアリエクが海外通販だったため手を出しにくかった人向けかなと思います。ただしブロワー本体だけでは使えないので、ブロワー本体、バッテリー、充電器、この3つが揃って初めて使えるので、そこだけ注意していただければと思います。こちらのブロワー以外にもマキタから出てるエアダスターのレビュー動画も作ってあるので、概要欄に動画置いておきますので、ぜひそれと比較してみて参考にしていただければと思います。今回紹介したブロワーは動画の下にある概要欄に Amazon と楽天のページを貼り付けておくので、ぜひ他の方のレビューも読んで参考にしていただければと思います。ほんと洗車の時にブロワーを使うと圧倒的に時短になるので、別に最強ブロワーでなくても Amazon で売ってるこの激安の肝のブロワーとか、ブロワーの選択肢はだいぶ増えたので、何かしらブロワーを買って洗車の時間を大幅に短縮して快適に洗車してもらえたらなと思います。今回のブロワー動画以外にも洗車に役立つおすすめグッズ紹介とか、世界中の洗車のプロが使う買って絶対に失敗しないめっちゃいい洗車用品など、いろいろと動画投稿してるんで、ぜひそれも見てもらったらなと思います。スマホで概要欄を見る方法ですが、今見ている画面で動画のタイトルをタップすると下の画面が切り替わって、少し下にあるもっと見るを押すと概要欄が見れますので、ぜひ参考にしてください。こちらのチャンネルではスズキのスイフトスポーツに関する動画やカー用品、洗車グッズ、ドラレコなど車に関することを発信していますので、この動画が参考になったと思っていただけましたら、ぜひチャンネル登録といいねボタンを押していただけるとだいぶ助かります。ということで、また次回の動画で最後まで見ていただきありがとうございました。